私が住んでいたのは安い家賃相応の古いアパートでした。畳はところどころ擦り切れ、壁は薄く、隣の物音がよく聞こえる。そんな部屋の壁に小さな穴が開いているのを見つけたのは暮らし始めて3ヶ月が過ぎた頃でした。穴から覗くと限られた範囲ですが部屋の様子を見ることができました。隣の住人とは何度か廊下ですれ違ったことがある私より少し年上、そんな感じの女性。ここまで話すれば全てお話しなくても察していただけると思います。彼女がその穴に気づいていないことをいいことに、私はしばしば彼女の部屋を覗いてたんです。ある夜のこと、大きな物音に私は目を覚ましました。どうやらその音は隣の部屋から聞こえてきているようです。私はすぐに穴から隣の部屋を覗きました。しかし小さな明かりが灯されているだけ。よく見えない。かろうじてわかるのは揉み合う二人の人影。やがて目が慣れてくるにつれ何が起きているのかはっきりしてきました。男がその手で彼女の口を塞いでいる。塞がれた口からは苦しげな声が漏れている。やがて彼女の目が大きく見開かれたかと思うとふと動きが止まったんです。そしてドサッという大きな音を残して男は部屋を出て行きました。一向に彼女が動き出す気配はない。殺人事件？警察に通報しようと思い携帯電話に手を伸ばしました。しかし結局私は通報できませんでした。覗きをしてたことがバレてしまうんじゃないかと思って。2日後、アパートに警察がやってきました。やはりあの夜彼女は殺されていたのです。警察は壁の穴の存在に気づき、私に何か見なかったかと尋ねてきました。私はそんなところに穴があったとは知らなかった、そう嘘つきました。それから数日後、ドスッ、再び私は真夜中の大きな物音に目を覚ましました。あの夜聞いたのとよく似た音。音は隣から聞こえてきました。まだ隣には入居者はいないはず。恐る恐る穴から隣の部屋を覗くと、そこにあるのはがらんとした無人の部屋。あの夜のことが夢に出たのかもしれない。そう思い穴から目を外そうとしたその瞬間、私の視界いっぱいに映るものがありました。穴の向こうから覗く目。赤黒く血走り私を睨んでいる目。突然の出来事に逃げることすらできない私に壁の向こうから女の声でこう語りかけてきたのです。なんであの時警察に電話してくれなかったの？